今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。心を穏やかにし、深いリラックスへ導く主人公が自分の内面を探求する物語をお届けします。この動画は瞑想とメディテーションのジャンルです。オリジナルストーリーを6話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。静かなる瞬間。アリスは都会の喧騒を離れ、静かな郊外の町にある古い図書館を訪れていました。彼女は静かな場所で読書を楽しむことを望んでいましたが、何気なく手に取った一冊の古い日記に心を奪われます。その日記は装飾が施された革の表紙で、金色の文字でエドワード M と刻まれていました。日記のページをめくるごとに、19世紀の詩人が綴った深い感情や、その時代の生活が色鮮やかに蘇ります。特に、彼が書いた恋愛詩や、隠された情熱に関する章は、アリスの心に強く響きました。彼女は、この日記の謎を解き明かしたいと思うようになりますが、そのためには、このエドワード M が誰であったのかを知る必要がありました。偶然にも図書館の外で日記の持ち主と同じ名前を持つ古書店の看板を見つけるアリス。彼女は躊躇することなくその店へと足を踏み入れ、店主のエドワードと出会います。エドワードは中年の穏やかな男性で、アリスが持つ日記にすぐに興味を示します。二人は共にその日記に秘められた物語を紐解く決意を固めます。アリスとエドワードは古書店の奥にある小さな読書室で日記を研究し始めました。エドワードが抱える豊富な歴史知識とアリスの文学への洞察が組み合わさり、二人は日記の中に記された詩や散文から手がかりを探ります。日記の中で繰り返し登場するのは、ある古城とその隠された庭園の記述でした。この場所が日記の持ち主、エドワード M が過ごしたとされる重要な場所であることが明らかになります。アリスとエドワードはこの古城を訪れることを決意し、その準備を始める中で互いの人生についても語り合うようになります。アリスは自分がどうしてこのような冒険に興味を持ったのか、自己探求の旅の一環としてみなしていました。一方のエドワードは自分の家族がかつてこの地域に深い関わりを持っていたという家族の歴史を語ります。彼の祖父がかつてその古城の管理人だったことが判明し、エドワードにとってもこの旅は個人的な意味合いを持ち始めます。訪問の日、二人は早朝に街を出発し、濃い霧の中を古城へと向かいます。到着すると、彼らは時間が止まったような静寂と荘厳さに圧倒されます。城は部分的に荒廃していましたが、その荘厳さは依然として感じられました。庭園への入り口を見つけるのに苦労しながらも、エドワードが持つ古い地図が彼らを導きます。庭園は自然に任せられたかのように野生化しており、一見すると手入れが行き届いていないように見えましたが、実際には緻密に計算された配置で植物が植えられていることにアリスは気づきます。この庭園がかつて愛の仰せの場として使われていたことを、そして日記の作者がここで何を感じ、何を体験したのかを理解し始めます。日が暮れるにつれて、二人は城内で一夜を過ごすことに決めます。夜の庭園は昼間とは違った神秘的な美しさを放ち、アリスとエドワードはそこで初めて互いに対する深い感情を自覚するのでした。翌朝、アリスとエドワードは城内を探索することに決めます。城は多くの部屋と廊下が複雑に絡み合っており、
かつての映画と今は失われた歴史の物語を静かに語っていました。彼らは日記に記されていた場所を一つ一つ訪れ、それぞれの場所で日記のエピソードを読み上げます。これにより、かつての恋人たちが体験したであろう感情が、アリスとエドワードに生き生きと伝わってきました。特に印象深かったのは、城の最上階にある小さな図書室でした。ここは日記の持ち主、エドワード M が最も愛した場所の一つで、彼の多くの詩がここで生まれたとされています。壁一面の本棚には古ぼけた本が並び、中には貴重な初版の書籍も含まれていました。アリスは彼の作品の中で特に美しい詩を見つけ、声に出してエドワードに読み聞かせます。この瞬間、二人の間には特別なつながりが生まれ、過去と現在が一体となる感覚を覚えます。その後、彼らは地下にある秘密の通路を発見し、そこを通って城の外に出ると、庭園のもう一つの隠された部分にたどり着きます。この部分の庭園は完全に秘密にされており、外界の目から守られていたため、非常に手入れが行き届いていました。庭には色とりどりの花々が咲き乱れ、小さな滝が静かに流れる池がありました。ここは日記に愛の楽園として何度も記されていた場所です。エドワードはこの庭園について祖父から聞いた話をアリスに語り始めます。彼の祖父はかつてこの庭園を愛し、ここで多くの時間を過ごしたと言います。また、彼はこの庭園が何世代にもわたって特別な意味を持つ場所であることを感じ取っていたと言います。日が沈むにつれて、二人は庭園で過ごす時間が長くなり、自然との一体感や過去の恋人たちの感情が自分たちにも影響を与えていることに気づきます。アリスとエドワードが過ごす時間が増えるにつれて、彼らの間の絆は深まり、古城とその庭園で過ごす日々が、二人にとっての隠れ家のようになっていきました。彼らは日記の最後のページを発見するために、城の隠された部屋や未探索の角を探索し続けます。この過程で、彼らはさらに多くの手紙や日記の断片を発見し、それらが日記の持ち主の恋愛物語と彼の生涯に新たな光を投げかけます。一方で、エドワードが家族から受け継いだ古い書類の中から、彼の祖父がこの城と庭園に関連する重要な秘密を隠していたことが明らかになります。この発見はエドワードにとって衝撃的であり、彼は自分の家族の過去を再評価し始めます。アリスはエドワードを支え、彼の家族の歴史を解明する手助けをします。日が落ちる頃、二人は城の最も古い部分にある隠し部屋を発見します。そこにはエドワード M の個人的な持ち物とともに、彼の最後の日記が保管されていました。この日記には、彼の最後の恋愛と、彼が直面した運命の選択が綴られていました。日記の最後のページを読むと、エドワード M が愛する人との未来を選ぶために、自分のすべてを捨てる決心をしたことが明らかになります。この真実を知ったアリスとエドワードは、自分たちの関係と未来について深く考えるようになります。彼らは、この歴史的な場所で、過去の恋人たちが経験した愛の力を理解し、それが自分たちにどのような意味を持つのかを探求します。二人は、愛とは時間や場所を超えてつながるものであり、過去の人々の選択が未来にどのような影響を与えるかを理解します。アリスとエドワードは、城と庭園での探索を終え、それぞれの日常に戻る準備をします。彼らは、過去数週間で経験したことが、単なる歴史の発見以上のものだったことを理解しています。二人の間に生まれた愛は、時間を超えた絆として確かなものとなり、彼らはお互いにとってかけがえのない存在になっていました。朝の光が城を照らす中、アリスとエドワードは城の図書室で最後の朝を過ごします。彼らは日記とその他の文章を整理し、これらを図書室に残すことに決めます。
この場所が未来の誰かにとっても同じような発見の旅の出発点となることを願っています。エドワードはこの城と庭園を公開する計画を立て、アリスはそのプロジェクトに協力することを約束します。彼らは城を後にする前に庭園で一緒に過ごした時間を振り返ります。庭園の美しさと静けさが彼らの心に平和と安らぎをもたらしたこと、そしてそこで共有した無数の会話が二人の関係をより深いものにしたことを語り合います。エドワードはアリスにこの場所がこれからも二人の特別な場所であり続けると誓います。最後にアリスとエドワードは図書館に戻ります。アリスは日記を最初に見つけた場所にそれをそっと戻します。図書館の静けさの中で彼女はこれから始まる新たな章に思いを馳せます。彼女はエドワードとの未来に希望を持ち、自分たちが経験したことが他の誰かの人生にも影響を与えるかもしれないと感じています。物語はアリスが日記を棚に戻す場面で閉じられます。彼女とエドワードは過去の恋が自分たちの未来にどのように影響を与えるかを理解し、新たな一歩を踏み出します。彼らの物語は終わりますが、日記が次に誰かの手に渡るとき、新たな物語が始まるのです。穏やかな心のための物語。春の終わりを告げる柔らかな陽光が窓から差し込む中、エミリアは久しぶりに祖母の家を訪れていた。彼女の祖母の家は小さな村の外れにひっそりと佇む古い木造家屋で、幼い頃の夏の思い出が壁一面に刻まれているかのようだった。家は年月の重みで少し傾きかけているが、その歪みすらも温かみとして感じられた。祖母が亡くなってから初めての訪問で、エミリアは遺品整理を手伝うためにやってきたのだが、彼女の心はどこか重い。古ぼけた家具や食器たちが、もはや語り手を失った物語の遺物のように感じられる中で、彼女は祖母の部屋の整理を始めた。押し入れの奥深くから見つけたのは、革の表紙が少し剥がれかけた古い日記帳と装丁が美しい一冊の古書だった。手に取ると、その重みが何か大切なものを内包しているように思えて、エミリアは思わずその場に座り込んでしまった。日記は祖母が若い頃に書いたもので、最初のページには繊細な手書きの文字で、自分自身を見失わないためにと記されていた。一方、古書は心の穏やかさを求めてというタイトルが刻まれており、序文には古典文学の引用が散りばめられている。この本は時間を超えて受け継がれた知恵が詰まっているように感じられ、エミリアは自然とその言葉に引き込まれていった。庭を見渡せる小さな窓辺に移動し、優しい春風に吹かれながら、エミリアはページをめくり始める。祖母の日記と古書の言葉を追いながら、彼女は次第に自分自身もまた、過去と現在、そして未来をつなぐ旅の一部であることを感じ始めていた。エミリアは祖母の家の静かな書斎で、曽祖母の日記を手に取った。昔のインクの匂いが、ほのかに漂うページをめくる手は、まるで時間を遡っているかのように、重く感じられた。日記の記述は、若き日の曽祖母アデライドの心の動きを綴ったもので、初めての恋、友情、そして成長の瞬間が生き生きと描かれていた。アデライドは19世紀の終わり頃、農村の貧しい家庭に生まれた。彼女の日記は、家族の困難な生活状況を背景に、自然との深いつながりや、地域社会での絆の重要性を感じさせるものだった。教育への渇望が強く、しばしば自己学習に励む、アデライドの姿が、日記のページからエミリアに語りかけてくる。若かりし頃のアデライドは、村の教師の息子、エドワードと深い感情を共有するようになる。
彼は文学や哲学に精通しており、アデライドに多くの書物を紹介した。二人の間の交流は、アデライドの知的好奇心を刺激し、彼女の視野を広げる重要な要素となった。しかし、社会的な立場や経済的な障壁が二人の間に立ちはだかり、やがてエドワードは都市へと去っていく。失恋後、アデライドは一時期心を閉ざすが、地域の女性たちとの強い友情が彼女を支える。特に、リンソンの賢明な老女、マーガレットからは人生の教訓を多く学び、彼女はアデライドに人間としての成長を促す言葉をかけた。マーガレットの教えは困難に直面するたびにアデライドの心に響き、彼女を新たな道へと導いた。エミリアはこの日記を読み進めるうちに、曽祖母の生きた証とその時代の息遣いを肌で感じるようになった。アデライドの過去と自身の現在が時を超えてつながりを見出していく感覚にエミリアは深い感動と共感を覚える。彼女の心の中で曽祖母の残した言葉が新たな意味を持ち始めていた。エミリアは祖母の家の古い書斎で昼下がりの柔らかな光の中、曽祖母の日記をさらに深く読み進めていました。エドワードとの破局から数年後、アデライドは故郷に戻り、地元の小学校で教師として働き始めます。教育者としての役割を通じて、彼女は地域社会における自分の位置と次世代への影響力を実感するようになります。日記には学生たちへの情熱的な献身と教育がもたらす変化への深い洞察が綴られていました。アデライドの人生においてもう一つの重要なテーマは家族との関係です。彼女は母親の病気をきっかけに家族の元に戻ります。母との日々は彼女にとって多くの感情的な挑戦となり、この経験がアデライドの内面的な成長を促します。日記には母との複雑な関係と、それが彼女自身の人生観にどう影響したかが詳細に記されています。この時期、アデライドはまた昔の友人たちとの再会を果たします。特に幼馴染のエリザベスとの関係が再燃し、二人の友情はアデライドにとって大きな支えとなります。エリザベスはアデライドに人生の逆境に立ち向かう勇気を与える存在でした。彼女たちの会話や共有される深い絆は日記のページを通じてエミリアにも鮮やかに感じられました。重要な人生の決断の時、アデライドは教育と家庭生活のバランスを取ることの難しさと重要性に直面します。彼女は最終的に教育者としてだけでなく、一個人としても自分自身の幸福と満足を追求する道を選びます。この決断は彼女の日記の中で熟考され、エミリアにとっても大きな学びとなる瞬間でした。晩年を迎えたアデライドの人生は、彼女の日記のページを通じてエミリアに深い印象を与えます。アデライドは自身の故郷である村に住み続け、地元の図書館の設立に尽力します。彼女の教育者としての経験と情熱が地域社会に対する長年の貢献を形作っていきます。図書館は村の知的な中心地となり、アデライドは多くの人々に尊敬される存在になります。エミリアはアデライドの日記を読むうちに、彼女がどれほど多くの困難を乗り越え、どのようにして自らの信念を貫いたかを理解し始めます。特に印象的なのは、アデライドが自分の人生に満足している様子と、彼女が後悔よりも感謝の気持ちを持っていることです。アデライドの人生の晩年には、彼女のかつての生徒や村の人々が彼女の周りに集まり、彼女の教えと精神を称えます。これらのエピソードは、エミリアにとって非常に感動的で、祖母の影響が一族を超えて広がっていることを実感させます。日記の最終ページでは、アデライドが自身の死を迎える前に記した言葉が、エミリアの心を打ちます。
アデライドは、私たちの生きた証は、私たちが愛したもの、教えたもの、そして残したものによって測られると綴っています。これらの言葉は、エミリアにとって人生の意味を考え、自己の行動が未来にどのような影響を及ぼすかを深く反省する契機となります。エミリアは、曽祖母の日記を閉じるとき、自分自身もまた遺産を残す存在であるという意識に到達しています。アデライドの生き方から学んだ教訓は、彼女自身の生活と未来の選択に深い影響を与えることでしょう。エミリアが祖母の家を後にする日、彼女は曽祖母アデライドの日記と古書を大切に抱えていました。これらの書物は今では彼女にとってかけがえのない宝物であり、過去の世代からのメッセージを今に伝える大切な遺産でした。朝の光が窓から差し込む中、エミリアは家を一歩一歩離れていく自分を感じながら、新たな気持ちで自分の人生を見つめ直していました。アデライドの人生の物語を通じて、彼女自身の内面に潜む恐れや不安、そして希望に気づき、それらと向き合う勇気を得ることができたのです。家を出る際、エミリアは祖母の家の庭を最後に見回します。ここで過ごした夏の日々、祖母との会話、そして今回の訪問で発見した無数の思い出が、彼女の心に深く刻まれていました。彼女は、これらの記憶を胸に未来へと歩みを進めることを誓いました。自宅に戻ったエミリアは、アデライドの教えを自身の日常生活に取り入れることに決めます。特に、人生のどんな瞬間にも、美と意味を見出し、常に学び続ける姿勢は、エミリアの新たな目標となりました。彼女はまた、地域社会でのボランティア活動にも積極的に参加し始め、教育や文化の普及に貢献する道を模索します。瞑想の森。アヤは都会の喧騒から逃れるようにして、深い森の奥へと足を踏み入れた。過去に負った心の傷が彼女をこの静かな場所へと導いたのだ。緑に包まれた森の中、彼女は小さな隠れ家を見つけた。古びた木造の家はまるで森と一体化しているかのように静かに佇んでいた。ここで彼女は心の平穏を取り戻すための新たな生活を始めることに決めた。森の中に身を置き、自然の音に耳を澄ますことで、綾の心は次第に落ち着きを取り戻していく。木々の囁き、風の音、そして鳥たちの歌声が彼女を深い瞑想の世界へと導いていく。都会での喧騒が遠のき、心の中に静寂が広がっていく。綾は自分自身と向き合い、自然の中で新たな始まりを感じていた。森での生活に慣れ始めた綾は、毎日朝と夕方に瞑想を行うようになった。瞑想を通じて、彼女は自然の声に耳を傾けるようになる。風が木々を揺らす音、遠くで聞こえる川のせせらぎ、鳥たちのさえずり。それらすべてが彼女の心を包み込み、過去の痛みを静かに癒していく。瞑想を深めるにつれて、綾は自然と心を通わせる感覚を覚える。彼女の心はまるで森の一部となったかのように、穏やかに、そして静かに満たされていった。過去の出来事や都会での喧騒が次第に遠い記憶となり、彼女は森と共に生きる喜びを感じるようになった。自然の声に包まれた綾は、自分自身が再び生き生きとし始めるのを実感し、新たな活力を見出していく。綾は自然の声を聞きながら過去に向き合うことを決意する。瞑想を続ける中で彼女は心の奥底に押し込めていた記憶や感情が次第に浮かび上がってくるのを感じた。かつての友人との別れ、失敗した仕事の経験、そして心に残る深い傷。それらの記憶が彼女を苦しめていたが、
今は静かにそれらと対話する準備ができていた。森の静寂が、綾に寄り添い、彼女の心を支えてくれる。綾は、過去を否定するのではなく、それを受け入れ、感謝することで、自分自身を癒していく。自然の中で過ごす時間が、彼女に新たな視点を与え、過去の出来事が、もはや恐れるものではなく、成長の一部であると理解する。こうして、彼女は少しずつ心の重荷を下ろし、軽やかな気持ちで、次の一歩を踏み出す準備を整えていった。綾はついに、自分の心が完全に解放されたことを感じる。過去の痛みを受け入れ、自然の中で癒しを得た彼女は、瞑想を通じて、新たな境地に達していた。心の中に広がる静けさと、平和が彼女を包み込み、過去にとらわれることなく、今を生きることの喜びを教えてくれた。瞑想を続ける中で、彼女は自然との一体感をより強く感じるようになった。森の中で生きる植物や動物たちのように、彼女もまた、この大きな自然の輪の一部であることを理解する。心の中にあった葛藤や不安が消え去り、綾は新たな自分として再生したのだ。森の静寂の中で、彼女は深い呼吸をし、心の解放を祝福するように、大地が温かく彼女を受け入れてくれるのを感じた。心が解放された綾に、森は最後の贈り物として静かな祝福を与えた。風が優しく彼女を包み込み、木々の葉がそよぐ音が彼女の心に響く。まるで自然そのものが彼女の新たな始まりを祝福しているかのようだった。綾は目を閉じ、深い瞑想に入った。心の中には過去の痛みも不安も何もない。ただ森の中で感じる平和と安らぎがあるだけだ。彼女はゆっくりとまぶたを開け、空を見上げる。そこには雲一つない青空が広がり、太陽の光が暖かく彼女を照らしていた。ありがとう。綾は心の中で森に感謝の言葉を捧げた。そして彼女はこの森での時間を胸に抱き、新たな人生の一歩を踏み出す決意を固めた。内省の光。アレックスはかつて古びた書店で偶然見つけた一枚の地図を手にしていた。その地図は長い年月を経て薄くなった紙に描かれており、かすかに内なる洞窟と書かれていた。地図を手にした時から彼の心は不思議な安らぎと同時に強い引力のようなものを感じていた。その感覚に導かれるように、彼はその洞窟を目指して旅を始めることを決意した。アレックスの旅は山を越え川を渡る険しい道のりだった。だが自然の美しさと静けさが彼の心を次第に落ち着かせていく。歩みを進めるたびに彼は自分の心の中にある不安や迷いと向き合うようになった。都会の喧騒から逃れてきた彼にとってこの旅はまさに内面の浄化の旅でもあった。数日が過ぎ、彼はついに地図に記された目的地にたどり着いた。そこには森の奥深くにひっそりと隠された洞窟があった。洞窟の入り口は苔むした岩に囲まれ、自然の静寂に包まれていた。アレックスはその場に立ち尽くし、しばらくの間、自然の音に耳を傾けた。風の音、鳥のさえずり、そして遠くから聞こえる水の滴る音が彼の心に深い安らぎをもたらした。ここだ。彼は心の中でそう確信した。この洞窟こそが彼が求めていた心の平穏を見つける場所だと感じたのだ。彼は静かに洞窟の中へと足を踏み入れ、そこに広がる静寂と暗闇に身を委ねた。そして心の中で決意した。ここで瞑想を始め、自分自身と向き合う時間を持つことを。洞窟の中は、外の世界とは全く違う次元にいるかのような感覚をもたらした。アレックスはその場に腰を下ろし、目を閉じた。
心の奥底にある静けさに意識を集中させながら、彼はゆっくりと呼吸を整え始めた。その瞬間、彼は今まで感じたことのないほどの静寂と内なる光を感じることができた。洞窟の中での瞑想を続けるうちに、アレックスの心は徐々に深い内面の世界へと入っていった。外界の音は遠くに消え、彼の意識は完全に自分自身に集中していた。そして静寂の中で彼の心に忘れかけていた過去の記憶が浮かび上がってきた。最初に現れたのは彼が子供の頃に経験した父との別れの記憶だった。厳格で感情を表に出さない父が突然の病で亡くなった日。あの日以来、アレックスは感情を閉ざし、強さを求めて、ひたすら前に進むことだけを考えていた。だが今、この洞窟の静けさの中で、彼はその記憶と再び向き合うことになった。なぜ、もっと心を開かなかったのだろう。彼は、心の中で、そう自問した。子供だった彼は、父の期待に応えようと、必死で努力していたが、その裏には、父の愛情を感じられなかったことへの寂しさがあった。その寂しさを隠すために、彼は自分の感情を抑え込み、心を閉ざしてしまったのだ。アレックスは静かに呼吸を整えながら、その記憶をありのままに受け入れた。洞窟の冷たい空気が、彼の心に新たな視点をもたらした。父が自分を厳しく育てたのは、愛情の表現の一つだったのかもしれない、と。次に浮かび上がったのは、彼の若い頃の恋愛の記憶だった。彼は仕事に没頭するあまり、当時の恋人を遠ざけてしまったことを思い出した。仕事の成功を追い求める中で、彼は愛する人を傷つけ、結果的にその関係は破綻した。あの時、もっと自分の心の声を聞いていれば、結果は違っていたかもしれない。失ってしまったものを、今になって悔やむのは遅いか。彼はそうつぶやいたが、瞑想を続ける中で、心に浮かんだ後悔を静かに受け入れることができた。過去は変えられないが、その過去から学び、未来を変えることはできる。彼は、そのことを洞窟の中で深く理解した。アレックスは次々と浮かび上がる過去の記憶と向き合いながら、それらを手放していくことに決めた。過去の影はもう彼を縛ることはなく、彼はそれを受け入れた上で自分自身を解放していく。洞窟の静寂が彼の心を優しく包み込み、過去の重荷を取り除いていった。彼は瞑想を通じて心の中にあるしがらみを一つずつ解きほぐし、自分を見つめ直す時間を持つことができた。それは彼が今後進むべき道を照らし出す光となる予感がした。アレックスは洞窟の中での時間が自分にとって非常に重要なものになることを感じながら瞑想を続けた。アレックスは洞窟の静寂の中で瞑想を続けていた。心を落ち着かせ、意識を深く内側に向けると、次第に彼の内面にある隠された感情が表面に現れてきた。それは彼が長い間目を背けてきた最も深い恐れだった。暗闇の中で瞑想をしていると、彼の心には不安と恐怖がじわじわと湧き上がってきた。それは言葉では言い表せないような漠然とした恐れであり、彼の心の奥底に根を張っていた。この恐れは彼が人生で直面してきた様々な状況で培われたものだった。恐れとは何だろう。アレックスは自問した。彼が恐れているもの、それは失敗、孤独、そして自分自身の無力さだった。彼は成功を求め、他人からの評価を気にしすぎて、自分を失いかけていた。その結果、彼は常に恐れと隣り合わせの生活を送っていたのだ。瞑想の中で、彼は自分の恐れと正面から向き合うことを決意した。その恐れは、彼の心の中で形をとり、まるで暗闇の中に浮かぶ影のように、彼の前に立ちはだかった。その影は、彼が過去に経験した数々の失敗や未来への不安を象徴していた。私は何を恐れているのか。
アレックスは心の中で問い続けた。恐れは逃げることで克服できるものではない。それは受け入れ、理解し、そして乗り越えるべきものだということに彼は気づき始めた。洞窟の冷たく静かな空間が彼の心の中の嵐を鎮めるのを助けてくれた。アレックスはゆっくりと呼吸を整え、恐れに対して素直に向き合うことを決意した。彼はその恐れを抱きしめ、受け入れることで逆にそれが持つ力を手放すことができると感じたのだ。私は恐れに支配されることはない。アレックスは心の中でそう宣言した。恐れは彼を強くするための一つの試練であり、それを乗り越えることで彼はさらに成長できると信じていた。瞑想を続けるうちに彼の心の中の恐れは徐々に薄れ、やがて完全に消えていった。恐れはもはや彼を縛るものではなく、過去の一部として受け入れられるものになった。その瞬間、彼の心に静かな安らぎが訪れ、彼は自分が一歩前進したことを実感した。アレックスは恐れを克服したことで、洞窟の中での瞑想がさらに深まっていくのを感じた。彼は洞窟の暗闇の中で自己の本質に近づいていく。そして内なる光が彼を新たな道へと導いていく予感を抱きながら瞑想を続けた。アレックスが洞窟での瞑想を続けていく中で、彼の意識はますます深く、そして静かになっていった。暗闇の中で、彼は自分自身と完全に一体化し、時間の感覚さえも失っていた。瞑想の深まりとともに、彼の心は、かつて経験したことのない静寂に包まれていった。ある日、アレックスは瞑想の最中に、洞窟の奥から、かすかな光を感じるようになった。それは、まるで彼を導くような、柔らかな光だった。彼は、その光に引き寄せられるように、静かに目を開け、洞窟の奥を見つめた。この光は何だろう？アレックスは、心の中でつぶやいた。その光は、遠くにありながらも、彼の心に不思議な安らぎと期待をもたらした。彼は、その光を追い求めるように、洞窟のさらに奥深くへと進むことを決意した。暗闇の中を慎重に歩みながら、アレックスは光に近づいていった。洞窟の中は静寂そのもので、彼の足音だけが響いていた。やがて、彼は光が差し込んでいる場所にたどり着いた。そこには小さな開口部があり、洞窟の外から光が差し込んでいたのだ。アレックスはその光を手に取り、目を閉じた。すると、光が彼の全身に浸透し、彼の心を満たしていく感覚が広がった。その瞬間、彼の心の中に、これまで気づかなかった真実が浮かび上がってきた。これは自分自身の内なる光だ。アレックスはそう確信した。この光は、彼が求めていた答えであり、彼の心の奥底にずっと存在していたものだった。彼は、それに気づくことで、初めて自分の真の姿を見つけたような気がした。光に導かれたことで、アレックスは洞窟の中での瞑想が彼を新たな段階へと導いていることを感じた。彼はこの光を心の中に持ち帰り、これからの人生において、それを同標とすることを決意した。その光は彼の心の闇を照らし、新たな道を示してくれると信じていた。アレックスは光を手にしながら洞窟の出口へとゆっくりと戻っていった。洞窟の中での時間は彼にとって一つの終わりであり、また新たな始まりでもあった。彼はこの洞窟での経験を胸に、これからの人生をより良い方向へと導くための新たな旅路に出る準備が整った。洞窟の外に出た時、アレックスは深呼吸をし、澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んだ。そして彼は心の中で静かに決意した。この光を胸に、私は新たな道を進んでいく。彼の中にはもう恐れも迷いもなかった。ただ、光と共に歩んでいく未来が見えていた。
アレックスは洞窟の中での瞑想を通じて自分の心の奥底にある内なる光を見つけた。その光は彼が長い間探し求めていたものであり、彼の心を照らし、道を示してくれる存在となった。洞窟の出口に立った彼は、外の世界へと足を踏み出し、静かに周囲の風景を見渡した。目の前には、広がる青空と豊かな緑の森が広がっていた。彼は、深く息を吸い込み、澄んだ空気を感じながら、自分の中にある新たな力と平穏を感じていた。洞窟の中での時間は、彼にとっての一つの終わりであり、また新たな始まりでもあった。これからだ。アレックスは心の中でつぶやいた。彼は過去の自分に別れを告げ、新しい自分として生きていくことを決意していた。内なる光は、これからの彼の人生を照らし続け、迷いや恐れに打ち勝つための力となるだろう。彼はゆっくりと歩み始めた。新しい旅の第一歩を踏み出しながら、彼は自分がこれからどのような道を進んでいくのかを考えていた。未来は未知数だが、彼はそれを恐れず、むしろ楽しみにしていた。内なる光が彼を導き、彼は自分の道を自ら切り開いていくことを確信していた。アレックスは自分の中にある新たな自信と覚悟を感じながら、自然の中を歩き続けた。その姿は、まるで一歩一歩が彼の未来を形作っていくようだった。彼は今、過去の重荷から解放され、自由な心で生きていく準備が整っていた。やがて、森を抜け、彼は広大な草原にたどり着いた。その草原は、どこまでも広がる大地と、果てしない空の下にあった。彼は、その風景を見つめながら、これからの自分の人生が、この草原のように無限に広がっていることを感じた。私は私自身の道を歩んでいく。アレックスはそう心に誓った。彼の中にはもう恐れはなく、ただ希望と光に満ちた未来が広がっていた。そしてその光が彼を新たな冒険へと誘うように、彼は未来へと歩みを進めていった。アレックスの新たな旅は今始まったばかりだった。内なる光を胸に抱きながら、彼は新しい道を歩み続ける。そして、その道は彼にとって何よりも輝かしいものであり、未来への希望に満ちていた。静寂の中で見つける自己。エリカが暮らす山間の小さな村では年に一度の大きな祭りが近づいていた。村人たちは忙しく準備を進め、村全体が祭りへの期待感に包まれている。エリカはその前夜に村人たちと共に特別な瞑想セッションを行うことを決めた。古い寺院で行われるそのセッションは心を一つにし祭りを迎えるための穏やかな時間となるだろう。エリカは瞑想を通じて村人たちが日々の喧騒を忘れ、心の平和を感じられるよう導いていく。この夜、村人たちは瞑想を通じて深い静寂と内なる安らぎを体験することになる。祭りの夜、村の広場は笑い声と音楽に包まれ、エリカもその賑わいを楽しんでいた。その時、彼女の目に一人の旅人が映る。彼は村の喧騒から少し離れた場所で静かに祭りを見つめていた。エリカは彼に声をかけ、二人は寺院の静けさの中で言葉を交わす。旅人は穏やかな瞳を持ち、不思議な雰囲気を漂わせていた。彼は長い旅の途中でこの村に立ち寄り、瞑想に興味があることをエリカに告げる。二人は瞑想や内なる探求について話し合い、エリカは彼の知識と経験に興味を抱くようになる。旅人は村に滞在する間、エリカに自らが旅の中で学んだ瞑想の技法を教え始める。彼の教えはエリカにとって新鮮でありながらも心の奥深くに響くものであった。
彼女はその技法を熱心に学び、それを村人たちにも伝えることを決意する。旅人の教えに基づいた新しい瞑想のアプローチは村人たちにも受け入れられ、村全体に広がっていく。エリカはその変化を目の当たりにしながら、自身の瞑想の道がより広がっていくのを感じる。旅人との交流はエリカにとって新たな気づきと成長をもたらすものとなった。エリカが旅人から学んだ新たな瞑想の技法を村人たちに教え始めると、村全体に穏やかな変化が広がり始めた。村人たちは心の中に静けさを見つけ、日々の生活においてもより穏やかで落ち着いた態度を持つようになった。エリカはその様子を見守りながら自分が村人たちに与える影響の大きさに気づき、教えることの責任を深く感じた。彼女自身も瞑想を通じて内なる探求を続けており、村人たちの成長とともに自分自身も成長していることを実感する。この静かな変化は村の暮らしをより豊かで満たされたものに変えていった。村人たちの変化を見守りながら、エリカは再び静かな日常に戻る。瞑想センターでの日々が再び始まり、エリカは村人たちと共に静寂の中で心を整える時間を大切にしている。村全体が穏やかで調和の取れた雰囲気に包まれ、エリカはその中で自らの役割に満足感を覚えていた。旅人から学んだ教えは、エリカと村人たちの生活に深く根付き、彼女たちはそれを日々の瞑想に取り入れていた。エリカはこの静かな日常こそが真の自己探求の道だと確信しながら、これからも続けていくことを決意する。瞑想と静けさの章。マサヤは初めて高野山を訪れた。奥深い参道を進み、ようやくたどり着いた静かな一角には、古いお堂がひっそりと佇んでいた。そのお堂の前に立った瞬間、心の中に広がる静寂が、マサヤを包み込んだ。都会の喧騒とは全く異なる、穏やかな時間が流れている場所だ。お堂の扉をそっと開けると、中から優しい顔つきの僧侶が姿を現した。ようこそ、高野山へ。と僧侶は静かに語りかけた。マサヤは一礼し、ここで瞑想生活を始めることを告げた。僧侶は微笑みながらうなずき、奥の部屋へとマサヤを案内した。部屋には古い木の床と薄暗い光が差し込む小さな窓があるだけだったが、その質素な環境が心を落ち着ける。マサヤは荷物を置き、床に座り込んだ。外からは風に揺れる木々の音が聞こえる。その音がまるでマサヤの心に触れるように静かに響いていた。マサヤはゆっくりと目を閉じ、深呼吸をした。心の中に広がる静けさとともに、瞑想生活の始まりを感じ取った。これからの日々がどのようなものになるのかはわからないが、マサヤは確信していた。ここで過ごす時間が自分自身を見つめ直すために必要なものだと。マサヤの瞑想生活は静かにしかし確実に始まった。高野山の朝は早い。まだ日が昇る前、薄暗い中で目を覚ますと、僧侶たちの低い度胸の声が聞こえてくる。その声は山の静けさと一体となり、心に深く染み渡るようだった。マサヤは寝床を整え、冷たい水で顔を洗うと、お堂の中央に設けられた瞑想の場へと足を運んだ。この場での瞑想は、心の波を穏やかにするためのものだと、僧侶は言っていた。マサヤは正座をし、深く息を吸い込んだ。心の中には、都会での忙しい日々や、これまで抱えてきた様々な悩みが次々と浮かんできた。しかし、僧侶に教わった通り、彼はそれらの思考をただ静かに見つめ、そして手放すことを心がけた。
すると、次第にマサヤの心の中は静寂に包まれていった。思考の波が少しずつ消え去り、まるで湖の水面が穏やかになるように、心が澄み渡っていく。その感覚は、マサヤにとって新鮮でありながら、どこか懐かしいものであった。しばらくして、僧侶がマサヤの前に現れた。心は静まりましたか？と僧侶は優しく尋ねた。マサヤは少し迷いながらも、はい、少しずつ。と答えた。僧侶は微笑みながら、それで良いのです。心の静けさは急いでは得られません。と続けた。その後、マサヤは僧侶と共にお堂の周囲を歩くことにした。歩行瞑想と呼ばれるこの修行は、心を動きの中で静かに保つための訓練だった。足元の感触や草木の匂い、風の音に意識を集中しながら、マサヤは一歩一歩慎重に進んでいった。参道を歩いていると、ふと足を止めたマサヤは、遠くに広がる景色を見渡した。朝日が少しずつ山々を照らし出し、その光が周囲の木々や草花を輝かせていた。その光景はまるで自分の心が開かれていくような感覚をマサヤに与えた。自然は私たちの心を映し出す鏡です。と僧侶が静かに語りかけた。心が静かであれば、世界もまた静かに見えます。逆に、心が乱れていれば、世界も乱れて見えるのです。マサヤはその言葉に深くうなずき、再び歩き始めた。自然の中で過ごす時間は、彼にとって一種の癒しであり、また心を浄化する貴重なひとときだった。その日、マサヤは自分の心の変化を確かに感じた。まだ瞑想の道は始まったばかりだが、少しずつ心の中に広がる静寂を取り戻している。そして、この山で過ごす時間が彼にとってどれほどの意味を持つのかを強く実感した。夜が訪れる頃、マサヤはお堂の前に座り込み、星空を見上げた。澄み切った空には無数の星々が輝いていた。その光はまるで彼の心の中に広がる静寂の象徴のように感じられた。マサヤの瞑想生活は日々深まりを見せていた。高野山での静かな時間は心の中に積み重なるように彼の内面を少しずつ変化させていった。毎朝の瞑想と歩行瞑想を通じてマサヤは自然との一体感を強く感じるようになっていた。しかし、ある日、彼の心の中に小さな波が立ち始めた。その日、マサヤはいつも通りお堂で瞑想を始めた。しかし、心を鎮めようとするたびに、過去の記憶が次々と浮かんでくる。特に強く頭に浮かんできたのは、都会でのビジネスマン生活のことだった。かつてのマサヤは常に忙しさに追われていた。会議や取引、期限に追われる日々。その中で彼は自分の本当の気持ちや何を求めているのかを忘れてしまっていた。そうした思い出が静けさを求める瞑想の中で彼の心に影を落とし始めた。マサヤは何度も深呼吸を繰り返し心を鎮めようとした。しかし浮かんでは消える思い出が彼を悩ませ続けた。瞑想が終わった後も心の中にもやがかかったような感覚が残った。その日の午後、マサヤはお堂の外に出て一人で参道を歩くことにした。僧侶の指導を受けることも大切だったが、時には自分自身と向き合う時間も必要だと感じていた。歩きながら彼は自然の美しさに心を委ねようとしたが、心の中のざわめきは消えなかった。やがて、マサヤは小さな滝の前にたどり着いた。滝の水音が心地よく響き渡り、その音が彼の心を少しだけ和らげた。マサヤは滝の近くに座り、再び瞑想を始めることにした。しかし、瞑想を続けるうちに、彼は自分の心の中にまだ未解決の問題があることに気づいた。それは過去の自分への後悔や失った時間への未練だった。マサヤはそれらの感情が今の自分を縛り付けていることを痛感した。
その夜、マサヤは僧侶に相談することにした。お堂で僧侶と向き合い、彼は心の中の葛藤を正直に打ち明けた。マサヤさん、その感情は自然なものです。と僧侶は優しく言った。私たちは皆、過去に縛られることがあります。しかし、その感情を否定するのではなく、受け入れることが大切です。受け入れる。マサヤは僧侶の言葉を繰り返した。はい、瞑想は心の静けさを得るためだけのものではありません。それは自分自身をありのままに受け入れるための道でもあります。僧侶の言葉にマサヤは深くうなずいた。彼は過去の自分を否定するのではなく、その存在を認め、受け入れることが必要だと感じた。そして、それこそが真の静けさを得るための第一歩であることを理解した。その夜、マサヤはお堂で再び瞑想に入った。心の中に浮かんでくる様々な思い出や感情をただ静かに見つめ、受け入れる。すると、次第に心の中の波が穏やかになり、再び静寂が訪れた。マサヤは深呼吸をし、静かに目を開けた。その瞬間、彼は自分が少しだけ変わったことを実感した。心の中に広がる静けさとともに、彼は次の一歩を踏み出す準備ができていた。マサヤは過去を受け入れることで、心に新たな静けさを取り戻しつつあった。しかし、瞑想の道はまだ続いていた。ある日の朝、僧侶はマサヤを呼び出し、特別な修行を行うことを提案した。今日は山の奥にある聖地へ向かいましょう。と僧侶は静かに言った。そこには古くから心の浄化を促す力があると伝えられています。マサヤは僧侶の言葉に従い、準備を整えた。そして僧侶と共に参道を進んでいった。朝露に濡れた木々や草花がひんやりとした空気の中で美しく輝いていた。道中、僧侶はマサヤに問いかけた。マサヤさん、あなたは心の中で何を見つけましたか？マサヤは一瞬考えた後、ゆっくりと答えた。過去の自分を見つけました。そしてその過去を受け入れることの大切さを学びました。僧侶は微笑んでうなずいた。それは素晴らしい気づきです。しかし、受け入れることと解放することは異なります。マサヤはその言葉に考えを巡らせながら、さらに参道を進んだ。やがて、二人は目的地に到着した。そこには小さな祠があり、周囲を大きな岩と古木が囲んでいた。その場所はまるで時間が止まったかのように静かで、マサヤは自然と深呼吸をした。ここで瞑想をしましょう。と僧侶は言った。この場所は心の中にあるすべてを浄化し、新たな道を開く力を持っています。マサヤは祠の前に座り、瞑想を始めた。心の中に広がる静けさを感じつつも、過去の記憶が再び浮かんでくる。しかし、今回はそれを無理に追い払おうとはせず、ただ静かに見つめ続けた。しばらくして、マサヤは不思議な感覚に包まれた。心の奥底にあった重い感情が、少しずつ軽くなっていくのを感じた。まるで、その感情が、大地に吸い込まれていくかのようだった。心の荷を下ろすことを恐れてはいけません。と、僧侶の静かな声が、マサヤの耳に響いた。過去を受け入れたならば、今度はその過去を解放し、前に進むべきです。マサヤは、その言葉に導かれるように、心の中で、過去の出来事を一つ一つ見つめ直した。そして、それらを感謝の気持ちで包みながら、心の中で解放していった。時間が経つにつれ、マサヤの心は次第に軽くなり、体も心も一体となって、大地とつながっていくのを感じた。その感覚は、これまで経験したことのないものであり、彼の心を深く癒していった。瞑想が終わると、マサヤはゆっくりと目を開けた。祠の前には美しい朝日が差し込み、周囲の自然がまるで新たな命を得たかのように輝いていた。その光景はまるで彼の心の中で
新しい旅が始まったことを象徴しているかのようだった。僧侶はマサヤの横に座り、静かに語りかけた。これであなたは心の中に静けさと強さを持つことができました。これからもその心を持ちながら日々を歩んでいくのです。マサヤは深くうなずき、静かに感謝の気持ちを伝えた。そして、再び参道を戻りながら、彼は自分の心の中に、確かな静けさと解放感が広がっていることを実感した。マサヤの瞑想の旅は、ここで一つの節目を迎えた。しかし、それは新たな始まりでもあった。彼は、この山で学んだ静けさとともに、これからの人生を歩んでいく覚悟を決めていた。マサヤが高野山での瞑想生活を始めてから数ヶ月が過ぎた。その間、彼の心は静かに、しかし確実に変化していた。ある穏やかな朝、マサヤはいつも通りお堂で瞑想を終えた後、僧侶に呼び出された。僧侶は山のふもとにある小さな集落へ向かうようにと、マサヤに告げた。そこには、あなたが学んだことを実践するための場所があります。と、僧侶は静かに言った。マサヤはその言葉を胸に参道を降り始めた。彼がこれまで瞑想を通じて得た静けさと強さが自分の中で確かに根付いていることを感じながら自然の中を進んでいった。集落に着いたマサヤはある家の前で足を止めた。そこには年老いた女性が一人で住んでいた。僧侶がマサヤに託したのは彼女の下で一緒に過ごし、瞑想を通じて学んだ心の静けさを日常の中で実践することだった。マサヤは家に入り、女性に挨拶をした。ここでしばらく過ごさせていただきます。と、マサヤは穏やかに言った。女性は微笑みながら、マサヤを迎え入れた。その日から、マサヤの生活は集落での日常へと変わった。彼は女性と共に畑仕事をしたり、家の掃除をしたりと、シンプルな日々を送った。しかし、その中でマサヤは、日常の中にこそ、心の静けさが試される瞬間が多くあることに気づいた。例えば、畑での作業中、急な雨に見舞われることもあった。かつてのマサヤならば、焦りや苛立ちを感じていただろう。しかし、今の彼は、心の中で静けさを保ち、自然の変化を受け入れ、落ち着いて対処することができた。また、家での静かな時間には、女性と共に瞑想を行った。彼女は、長年の暮らしの中で、多くの苦難を経験してきたが、マサヤと共に瞑想することで、心に平穏を取り戻していった。マサヤは、その様子を見て、心の中に、深い感謝の気持ちが湧き上がってきた。自分がこの地で学んだことが、他者のためにも役立つのだと感じたとき、彼は自らの成長を実感した。数週間が過ぎ、マサヤは再び高野山のお堂に戻ることになった。女性に別れを告げた後、彼は参道をゆっくりと歩いた。心の中には集落での時間が穏やかな記憶として残っていた。お堂に戻ると、僧侶が静かに出迎えた。どうでしたか？と僧侶が尋ねると、マサヤは深くうなずき、答えた。日常の中でも心の静けさを保つことができました。そしてそれを他者と分かち合うことができました。僧侶は微笑みながら、それが瞑想の真の意味です。心の静けさはあなた自身のものであると同時に周囲にも影響を与える力を持っています。と語った。マサヤはその言葉を心に刻み、新たな決意を持ってお堂での生活に戻った。彼の瞑想の旅は終わりを迎えたが、その経験はこれからの人生を支える大切な柱となるだろう。マサヤは高野山で得た静けさと強さを胸に、これからも歩み続けることを誓った。そしてその歩みは心の中に広がる静寂とともに穏やかで力強いものになると信じていた。